はいどうも、かがやんです。本日紹介する商品はこちら RX93 映らない気を取り直して、じゃじゃん、マスターグレードの RX93 ニューガンダムになります。箱の大きさが、高さが39センチになります。横が31センチ、2センチ程度でしょうか。30センチ以上になります。箱の横がこんな感じです。はい、今回の商品は組み立て済みの再レビューになるんですが、古い商品ということもあり Amazon のレビューなんかも見ていきたいと思います。発売は2000年の5250円になります。付属品はガンダムデカールになります。これはもう切り取った後で使用済みです。シールはこんな感じです。マーキングシールになります。一部使用しているので載っていませんが、使用しているのは本体についています。そして説明書がこんな感じです。こんな感じで説明書を読むだけでだいぶワクワクします。そしてこちらはカラーバージョンでドキュメンタリー版が載っています。カラーガイドになります。まずは商品を見ていく前に Q タイプとも呼べるこのニューガンダムが Amazon でどのような評価を受けているのか確認してみたいと思います。バージョン系しか出てこないですね。ハイニューガンダムが出てきて、ありました。マスターグレード100分の1地球連邦軍ニュータイプ専用モビルスーツ RX93 ニューガンダムがありました。星4つ70件しかないんですね。で Amazon 価格だと現状では8380円、中古で4780円って感じですかね。もうハイニューガンダムとバージョン系のサイコフレーム引き出しのニューガンダムばっかりが注目されているので、こっちのニューガンダムはあまり評価数が少ないですね。星5つ中の 4.2 で、まず星5つ 49% のちょっと上位を見ています。ガンダムシリーズはかっこいいですね。やはり大きくて迫力あります。顔がかっこいいので良かったです。バージョン過渡期版よりこのマスターグレードの方がいい。ダイキャスト製の関節ビス締め最高です。それにフィンファンネルをつけてもちゃんと立つし、わけのわからないサイコフレームもないし、大変作りやすい。ファーストガンダムの隣に飾るとデカさが際立ちます。新しい方はどうも中身の設定が気に入らないのと、これでもかと分割された空いた隙間にはマーキング、これ前提でのスタイルが好みに合わないからです。ひたすら磨いてツヤツヤにしてアムロマークと肩と縦に貼ったのですが、なんとかっこいい。何を足しも引きもしない、まさに記憶の中のニューガンダム、ガンダムオブガンダムです。言いたいことは分かります。僕もどっちかというとこの何もいじってない普通のニューガンダムが好きで、このニューガンダムを買いました。それではあえて星一つを見てみましょう。かっこ悪い、頭でっかちでとにかく全てのバランスが悪い、ポージングも決まらない、こんなんいりません。言わなくだいたい僕もなんとなく気持ちは分かります。頭がちょっとでかいのはなんか分かる気がします。じゃあ真ん中の星3つ作りにくい。ファンネルを背負った場合は重量で後ろに沿っていたのですが、今回購入のニューガンダムは胴体と腰パーツのクリアランスがほとんどないため後ろへ反りません。こじんまりとまとまりすぎて迫力がありません。という感じで旧型版のニューガンダムの評価は Amazon だとこんな感じになってます。はい、こちらが完成品のニューガンダムになります。僕のチャンネルでは趣味で集めた未開封のフィギュアや未組み立てのガンプラ、または今回のニューガンダムのように以前組み立てたプラモデルなんかを、動画で残そうかなと思って始めたチャンネルです。先ほどのマーキングシールが各所に貼ってあります。肩とか胸とかで、ガンダムマーカーでオレンジの部分を黄色で塗装したりとか、その当時、それ以外はつくみの状態だと思って見ていただければいいと思います。で、先ほどのコメントでもあった頭部がでかい、
単体で見てるとあまりそう思わないかもしれない。僕も最初作った時にちょっと頭でかいかなと、これはこれで見慣れてくれば僕は全然かっこいいと思うんですけどね。で、可動に関しては腕がここまで水平に開くことが可能です。足はここまでで、ここまで足を上げることが可能です。で、足首前後左右と膝がこんな感じで曲げることが可能で、シリンダータイプになってます。あんまり動かしてなかったせいか結構意外と硬いです。そしてこの商品の特徴が、股関節および足首部分にはリアルなディティールを施したダイキャストパーツを使用していますので、結構重みがあって、重いものが下にあるってことで、低重心になるんで意外とバランスはいいと思います。初期の頃の SH フィギュア2とかあの辺の仮面ライダーなんか足にダイキャストなんかついてたんですけど、最近はつかなくなったんですけど、設置性が良かったりで結構僕は好きなんですけどね。そしてシールドです。で、このビームサーベルを取り外すことが可能で、シールドを装着します。シールドを装着するとこんな感じです。塗装した方がいいと思う箇所は多分頭部のバルカンぐらいかな。あとコメントでもあったオレンジ色の部分、黄色い部分がオレンジ色になってる、多分ガンダムマーカーで黄色に塗ったと思うんですけど、成型色でいいと思えば塗装するところはほとんどないと思います。手のひらはこんな感じになります。一本一本稼働するような指ではなく、人差し指、親指、中の3本の指が稼働するようになっています。では後ろ姿を見ていきたいと思います。こちらのパワーサプライヤー部分はメッシュパイプになっているのでよくできていると思います。次にこちらのスラスター部分はこのように展開することが可能です。足の裏部分になります。こちらがビームライフルになります。ビームライフルを持たせるとこんな感じになります。ビームを圧縮して間欠的に射出することができ、マシンガン的な使用も可能。最大出力では同時期の戦艦クラスの手法に匹敵する威力を持つ。そしてハイパーバズーカになります。ハイパーバズーカはこのように背中にマウントさせることが可能です。ハイパーバズーカを持たせるとこんな感じです。連邦軍の代表的なモビルスーツ用兵器、同等品をニューガンダムに合わせて仕様変更したもの。無論射程や弾頭の破壊力は改善されている。口径は 280mm。首はこのように横はそんなに動きませんが、前後には二重になっているので、顎を引くのと頭部前後とこの首の前後がこのように動くので、かなり上を向くことも可能です。これが一番上を見ている状態で、通常で下を向かせるとここまで、首を垂直にした状態でも頭部が動くので、頭部だけこのように動かすことも可能です。首を動かすとこのようにここまで稼働します。ちなみにハッチもこのように開閉が可能です。左腕から取り出したビームサーベルはこのように、そしてもう1本ビームサーベルがこちらになります。このようにしてバックパックに刺すことが可能です。2本持たせて二刀流にすることも可能です。次にこちらがフィンファンネルになります。こんな感じで一つ一つが稼働するようになってます。
このように取り外しができます。塗装がめんどくさい人はシールがついているのでシールで補ってください。僕はガンダムマーカーで塗ったんですけれども、白の上からガンダムマーカーの黄色を塗っただけなんで、もう下地の白がちょっと見えてる感じですね。そしてフィンファンネルをつけた状態のニューガンダムがこんな感じです。やっぱり重みがあるので若干左に偏ってしまうっていうのは仕方がないところかなと思います。ニューガンダムは再編後のロンドベル隊のフラッグシップといえるモビルスーツであり、一年戦争で RX78 ガンダムを借り有名を馳せたアムロ・レイが自ら設計した機体である。基礎設計は歴代のガンダムタイプを参考とし、その平均値に技術進展によるアップデートが施されている。また画期的な新素材であるサイコフレームと攻防一体のビット兵器フィンファンネルを装備するガンダムタイプ初のフルスペックニュータイプ専用機でもある。この機体はアナハイムエレクトロニクスのフォン・ブラウン工場で建造され、実質3ヶ月という短期間で当時最強の機体として完成した。これはムーバブルフレームの工業製品及びテクノロジーとしての成熟と、アナハイムエレクトロニクスや連邦軍のエンジニアの不眠不休の努力の賜物であり、またアムロ自身によるモビルスーツへの深い造形によるものであると言える。さあここら辺でいつの間にかサザビーが出てきています。サイズ感が違うので遠近法を使い、なんとなくサイズ感をごまかそうとしているカガヤンです。これはもう完全にサイズ違いがバレバレですね。はい、以上でマスターグレードのニューガンダムの紹介を終わりにしたいと思います。古いキットだけあってどうしてもやっぱり至らない点っていうのも確かに今で見るとあると思うんですけど、それでもやっぱりこのオリジナルに一番近い状態というか劇場版で見たようなニューガンダムがそのままっていう感じなので、僕はどうしてもやっぱりこっちの方が思い入れがあって好きっていうのがあります。バージョン系もまだ買ってないだけで、作ってないとかじゃなくまだ買ってないだけなので、いつか買ってちょっと組み立てたいななんて思ってはいるんですけど、できればこのオリジナルのニューガンダムの状態でバージョン 1.5、2.0 とかを出していただけるのが一番嬉しいです。それでは僕の動画が良ければ評価、コメント、チャンネル登録などをお願いします。それではさようなら。